こんにちは、アイリカチャンネルです。このチャンネルは、錦鯉にドハマりした投稿主が、恋のことを勉強しつつ発信するチャンネルです。さて、前回購入した昭和とともに無事新潟から帰ってきました。早いとこ水槽に合流させたいところではあるんですが、ちょっとヒレが充血してるようなんで、しばらく隔離水槽で療養させたいと思います。まあ、多分輸送によるストレスなんで、すぐ消えてくれると思いますけど、こっちの水にも慣れてもらわなくちゃいけませんからね。1週間くらいは様子見しておきましょう。いやー、この子は上から見てももちろん綺麗ですが、やっぱこの横身が最高にいいですね。模様がいいのもそうなんですけど、この顔よ。可愛すぎる。早く水槽に入れて他の子と泳ぐ様を見たいですね。さて、この子は注意深く見守っていくとして、今日やるのはこっち。冬の間室内プライケで飼ってたこの子たちを、そろそろベランダに出したいと思います。今年はなかなか気温が上がらなくて、いつですか迷うところでしたが、まあ、5月の中旬になって、ある程度気温も安定してきたんでね。さすがにそろそろいいでしょう。こちらは1週間前のベランダプライケ。水を入れてすぐだとバクテリアが湧きませんからね。こうして事前に水を入れてろ過槽を回してバクテリアの繁殖を促します。ポンプのスイッチを入れて。お、来た来た来た。ポンプからろ過槽までの水の流れは問題なさそうですね。ろ過槽からの排水も問題なし。この状態で1週間くらい回してたんでね。この子たちを移動させていきたいと思います。あとついでに健康状態のチェックもしておきましょうね。水槽と違ってこっちは何か病気してても気づきにくいですからね。いやーでもなんだかんだでこのプライ家のメンバーで病気した子一匹もいないんだよな。外に出してたら温度の変化が大きいはずだし、冬の間のろ過なんて水作ジャンボ一つなのに。やっぱり池っていう四方を囲まれた空間が恋にとってストレスがかからなくていいんですかね。90センチ水槽の方なんか上部フィルタープラス外部フィルターでろ過回してるのに、この冬の間に松笠で何本か落としてしまいました。もし回復できたら治療の様子をまとめて動画にしようと思ってたんですが、未だそれは叶わず。このクジャクもなんか泳ぎが怪しいんだよな。ひとまず塩入れて様子見とこう。と話がそれてしまいましたが、ひとまず3匹救いました。アサギのむつみに、五色の弥生に、玉サバのスモモですね。そしたらひとまず3匹を移動させましょう。水温がちょっと違うみたいなんで、しばし水温合わせ。温度が合うまで、少し様子を観察してみましょう。3匹とも健康に問題はなさそう。みんな冬の間に少しだけ体調が伸びたかな。五色の弥生は半年前に頭ぶつけてでっかい傷があったんですが、すっかり治ったようです。まあ、品評会で通用する恋になったかというと、ちょっと微妙かな。隣のスモモの紅と比べても、かなりオレンジというか、紅に厚みがない感じがします。模様は結構いいんですけどね。にしても、玉サバのスモモはかなり大きくなりましたね。一匹だけ金魚ってことで、餌に食いっぱぐれないかちょっと心配ではあったんですが、全然そんなことなかったですね。さて、水温が大体あったみたいなんで、桶の中に水を少しずつ入れて雑に水を合わせていきます。水温合わせと水合わせ、飼い始めた当初に比べて雑になっていくのってあるあるですよね。お、いったいった。特に問題なさそうですね。よし、どんどん行きましょう。続いての3匹はこの子たち。プラチナのゼロルに、緊急釣りのククル、それから変わり鯉の秋ですね。まあこの子たちも順当に一回り成長したなって感じ。プラチナのゼロロは、当初品評会に出すつもりで購入したものの、お迎えしてすぐ暴れまくって頭に傷がついちゃって断念したんですよね。冬の間は割とおとなしかったけど、この傷は治りそうにないですね。まあ品評会が全てではないんでね。池に彩りを添えてくれれば、それでこの子が OK ですよ。それじゃこの子たちも雑に水合わせをしてっと。いざ放流。お、いったいった。この子たちも問題なさそうですね。さて、残るはこの池のボス、昭和の赤ですね。傷をつけないよう手を添えて、そっと移動します。この子はまだ、うちに来て数ヶ月ほどですが、今のところは特に変わりなく、大木さんのとこにいた時と、ほぼ同じくらいの美しさを保てていると思います。さて、これから外に出して飼育することで、美しさに磨きがかかるのか、あるいはその反対か。それはまあ、やってみないとわかりません。生き物ですから、良くもなれば悪くもなります。ただまあ、願わくば6月の若恋品評会でいいとこまで行ってくれるといいんですが。この子は一番気に入ってるし、いろんな品評会に出してもいるんですけど、
未だ無冠なんですよね。和ここい総合品評会だったら優勝か、せめて準優勝くらいかすってくれないかな。とか思いつつ放流。よしよし、ここで順調に育ってくれよ。おう、桜花を先頭にして泳ぎ始めた。さながらカルガモの親子みたいですね。かわいい。やっぱ桜花はこの池のボスですね。あ、そういえば酸素供給のポンプ忘れてた。冬の間同様、エアーマックス1200で酸素供給をしていきます。よし、OK。あとは、直射日光が当たるので日よけですね。昨年はでっけえ布でベランダ全体を覆う感じにしていましたが、今回は、冬の間、プライケの蓋として使っていたすだれをぶら下げることにしました。昨年使ってたやつだとがっつり日光をカットしてたんでね。すだれを通して若干日が差すくらいにしてみました。風情もあってなかなかいい感じじゃないですか。あ、奥のあれ気になります。いや実はちょっと前に近くで植木市があったんで見に行ったんですけど、この松の盆栽に心奪われてしまいまして、ちょうどここに置いたら映えるだろうなと思ったんですよ。お祭り終了間近だったのもあって、店のおじさんが7000円のところ6500円でいいよって言ってくれたんで即決でしたね。まあ相場がわからないんで正直この値段が安いんだか高いんだかわかりませんけど、ちなみにツイッターで有識者に伺ったところ、五葉松という品種らしいです。お手入れが楽で割と初心者向けなんだとか。盆栽に関してはほぼ知識ゼロですが、これから勉強しつつ楽しみたいと思います。いやしかしすごいなこれ。ちゃんと苔が生えてる感じとか、木の根っこの感じとか、なんていうか、自然って感じがしますね。この鉢の中だけで完結してるってのがいいんだよな。盆栽、いいな。沼の予感がする。いやー、マンションのベランダに、さながら日本庭園ができたみたいです。すっごくいい買い物をしました。さて、今回はこんな感じでプライケ飼育を楽しんでいきたいと思います。鯉たちも健康みたいだし、品評会に向けて頑張って仕上げていきましょう。あれ、なんか忘れてるような。気のせいか。皆さん、良き錦鯉ライフを。うわーやばいやばいやばい。ちょっとさっきベランダからなんか音がするなと思って様子を見に来たら、オオカが飛び跳ねたみたいで、地面でビチビチ跳ねてました。気づいてすぐ池の中に戻したんで、一応大丈夫みたいですけど。なんでさっき気がつかなかったんでしょう。蓋をするのを思いっきり忘れてました。アイリカ2年目にしてあるまじき失態です。しかも、よりによって飛び跳ねたのがオオカとは。見たところ、多分命に別状はないようですが。いやでも、傷ができてるな。ここは国立水槽の用意をしましょう。一旦バケツに移しました。ああ、こりゃひどい。全体的に充血してます。尾びれなんか真っ赤っかですよ。鱗も何枚か飛んで。そんで右側のお腹に大きい傷がついてます。痛々しい。飛び跳ねて落ちた先がコンクリでしたからね。こすって傷ができちゃったんでしょう。ひとまず、0.6% の塩浴とエルバージュの薬浴をさせたいと思います。傷から何か感染症にかかったりしない限り、多分死ぬことはないと思うんですが、注意深く見守っていきましょう。いやしかし、まさか自分がこんな初歩的なミスをするとは思いませんでした。アイリカ2年目のおごりと余談ですね。なんだかんだ、今まで飛び出し事故って経験したことなかったですもん。どれだけ愛情かけようが、どれだけお金かけようが、こんな簡単に死にかけるんですね。恋って。っていうか、たまたま様子見に行ったから気づきましたけど、普通に寝ようとしてましたからね。タイミングいかんによっては、普通に死んでたと思います。恐ろしすぎる。命が助かったのは本当、不幸中の幸いですね。しかしここから持ち直してくれるかどうかや。オオカの回復力を信じましょう。3日ほど経過しました。あれから毎日10リットルずつ水替えを行っていて、幸いにも二次感染症などは引き起こしていないようです。まあでも、まだ充血が目立つのと、粘膜が過剰分泌して白くなってる部分が気になるので、このままもうちょっと様子見と思っていたのですが、こちらは1週間経過した様子。わかりますかね？明らかに紅が薄くなってき始めたんですよ。前まで真っ赤っかの紅だったのに、鱗一枚一枚がわかるようになっちゃってます。顔に乗ってる紅も、心なしか薄くなってるような気がします。透明なコンテナで、エルバージュの黄色い水に長期間いるのがいけないのかな。傷自体はほとんど治ったようだし、ちょっと場所を変えた方がいいかもしれません。というわけで、冬の間使ってたジャンボタライに一旦戻しました。あと大木さんに相談したら、1匹だけだと活性が落ちるそうなので、他の鯉もついでに入れてます。
傷は完璧に治ったみたいなんで、あとはこの紅が飛ぶか戻るか。やっぱ日光に当てた方がいいんですかね。そんで、色揚げの餌食わせれば元に戻るのかな。何か良い方法あればコメントしてくださいますと幸いです。いやー、6月の品評会に桜花を出品するのはもう無理になっちゃいましたね。今度こそはと思ってたんですが、残念です。でも何かは出品したいから、他の子を見繕いましょうかね。といったところで、そろそろ動画を終わりたいと思います。桜花のその後の様子は引き続き動画にしていきたいと思いますんでね。見守っていただけますと幸いです。それから皆さん、恋の飛び出し事故には本当に気をつけてくださいね。皆さん、良き錦鯉ライフを。